頃合いだ。ノン。はーい。では皆さん、ヒアの準備はよろしいですか？では一斉に発射しましょう。せーの、発射！いい感じに火が燃え広がってくれてますね。族さんたちの慌てふためく様子がよーく見えますよし、前線の捜索に伝令を出す。機は熟した。今こそ総攻撃の。相変わらず独断専行するんだから。まあまあ、孫作様は天性の戦上手ですから、私たちの指示よりも早く正気に気づいたんでしょう。時々あの子の軍師をしている自分に首をかしげてしまうわ。それはありますね。どうした本郷。ああ、戦えば人が死ぬ。敵味方問わずな。それが現実というものだ。あなたのお望み通り黄金島の本体を殲滅してあげたわよ。これで満足かしら？ご苦労なのじゃ。それだけ？ねぎらいの言葉じゃなくて、私が欲しいのは約束の履行なんだけど。約束？何のことじゃ？保護にしようというの？時期が来れば呉の再建のために兵を貸すという約束を。おお、そういえばそんな約束もしておったな。しかしじゃな、孫作よ。わらわにはまだ時期が来たように思えんのじゃが。そうですよね。それに今は黄金島が暴れ回ってて、そんな余裕もありませんし。趙君の言う通りじゃ。まあ約束についてはおいおい考えてしんぜよ。それでよいじゃろ。まあいいわ。慶州に侵攻していた黄金島の本体は殲滅した。分隊の方はあなたたちで何とかしなさいな。言われんでもすぐに殲滅してみせるのじゃ。そうだそうだ。あっそ。じゃあお手並み拝見といくわ。ご苦労孫作。下がってよいぞ。おお、孫作さんの背中が怒りに燃えてますね。でもお嬢様、孫作さんは今後どう扱っていくんです？どう
もこうもないのじゃ。約束などはできる限り引き延ばしてわらわのために働かせればよい。それが一番ですね。けど孫作さん怒りますよ。反抗すればわらわの軍団で返り討ちにしてやるのじゃ。よいな、ナナの。当然ですよ。ミュウ様のために最近新しい武器を発明して現在大量生産中ですから。ならばわらわの軍団は無敵じゃな。無敵ですよ、無敵。あとは孫作さんを悪どい方法で貶としめれば完璧ですよ。この生まれながらの悪暴感。この可愛いいじめっ子、大陸一の嫌がらせの天才、鬼め悪魔めミュウ様め。わらわは気分が良いのじゃ。蜂蜜水を持ってくるのじゃ。腹立つ。お疲れ様。その様子では吉報はなさそうね。また約束をはぐらかされたわ。ムカつくったらありゃしない。炎術さんの狙いは盛況でなる孫家の軍団をこき使うことでしょうからね。本人たちは意図を隠しているつもりらしいがな。見え見えすぎるから余計にムカつくのよ。まったくじゃ。しかし腹が立つからといって今炎術に立てつくのは得策ではなかろう。シェレン、もう少し機が熟すのを待ちましょう。分かってる、分かってますってば。でもムカつくのは止めらんないのよ。まあまあ、そういう時は深呼吸と気分転換ですよ、孫作様。何で気分転換をしろってのよ。カズトさんをからかえばいいんです。幸いいいネタができましたから。ネタって？あやつ戦場で吐きよっての。今は憔悴しきって天幕で寝ておる。まったく軟弱なやつだ。吐いたの？戦場で？そんな弱い子なの？あの子大丈夫かな。何、いつかはなれるさ。あら、メーリンってばカズトのこと案外買ってるのね。初めはどこの馬の骨だと思ったが、なかなかどうして鋭い頭と観察眼を持っている。鍛えれば良い軍師になるだろう。気の弱さがたまに傷ですけどね。慣れない戦場に出たのならば気も弱くなるというものさ。これから鍛えればよい。なら私が鍛えてあげようかな。やめておいた方がよかろうな。作殿の横で戦場におれなどと、あやつの心臓を止めてやるようなものじゃ。うわ、ひどい言い方ね。もうそれほどにきしんめいた戦い方をしとるのじゃよ、我らが主殿はな。普通なんだけどな、私にとっては。天才には凡人の考えがわからないってことは逆もまたしかりなんですよ。そういうもの？まあいいや。それじゃあ私はカズトをからかってくる。あとよろしくね。わかった。ゆっくり休みなさい、シェレン。